基本的に作業場は、ごちゃごちゃしております。うちの先生は、あぐらかけるようなね、感じの作業場でしたけど、うちは、椅子でやってます。椅子で。なんか、こんな感じの椅子で。これから夏になるので、ちょっとした扇風機を置きながら、いろんな穴開け道具とか、ちょっと加工したりする時の道具とか、リューター、こっちはあんまり使ってないですね。もうダメなやつ。こっちも全部は使ってないです。で、昔からお世話になってた、アルゴファイルの、スター P だっけな。あと、マキシマか。もう本当に、すごい使ってます。彫刻刀は、ここにある以外にもあるんですけど、多分、よく使うんだろうなっていうところをとりあえず固めてあります。とはいえね、もうなんかごちゃごちゃして、さっきちょっと、あまりにもひどいもんで、ちょっと直したんですけど、それでも結局ごちゃごちゃしてるなっていう。で、作業台はもうこのぐらいあれば十分です。もうどうだろう。ね、手のひら2個分ぐらいのスペースがありゃ、もうちょっと手を置くだけなので、あとはもうここは月のみ台です。だいぶね、本当についてますけど、へこんでるな。うちの先生のやつはもっとへこんでますね。もう何十年もの感じで。ついていくうちにうまいことね、フィットする。で、飲みはちょっとここに置きました。ね、ここでつくわけですよね。で、これは、バードカービングかなんかで、使われるやつでしょう。あんまりにも穴開けてするときに粉がね、飛ぶもんで、つけたんですけど、やっぱこれで全部吸い切れるわけじゃないもんで、もう結局散らかるんで、ないよりはマシだぐらいしかないですけど。でもちょっとアルミの、ダクトみたいなのつけて、外に出して、一応開けっぱなしにならないように気持ちしているぐらいで。今日やったんですけどね。今までこれ中にあったんで、これも。とりあえず今こんな感じですね。ほんとこんだけありゃいいんですよ。ね。で、ペダル。基本的にそうですね。これだけありゃいいんですよ、根付けは。あとはもう道具に囲まれて、手の届くところに道具があればいいっていうね。またすぐ変えるかもしれないですけどね、この感じは。ちょっとなんだろうな。もっと他の、根付けしてる人の机とか、写真とかで見る機会あるんですけど、綺麗にしてますよね。ああいうのができないんでね、本当に。ね。とりあえずこんな感じですね。一応イントも何種類か、いろんな幅のものありますけど、これはよく使う。これもよく使う。全部はあんまり使わない。だいたい3種類ぐらいしか使わない。だからこれちょっと整理しなきゃな。最悪だ。今ちょっと刃物が雪崩を起こしたんで、木をちょっとかませました。どうなんでしょうね。
ね、よくこう道具全部見えるようにしてるじゃないですか。なんか作業する人たちって。ね。まあ、取りにくいかどうかはまああれですけど。まあ、まあ、こんな感じですかね。作業は。まあ他はちょっと見せらんないですね。散らかりすぎて今。もうちょっと綺麗にしていきたいと思いますし。こいつ自体もまたちょっとしたら形変わってるかもしんないですね。うん。何年もまあ、木を掘っているとですね、まあいろんな話を聞きます。うちの師匠が言ってたのはね、昔、こう、根付けでまあ、リューター、ね、ドリル、ハンドルーターみたいななんか、ちっちゃいドリル使うんですけど、それでね、その機械ってなんかこう歯医者さんとか行くとね、歯を削ってくれるような、そんな機械に似てますけども、自分の虫歯をそれで削ったっていう人がいましてね。うん。それはあんまり良くないと思うので、そういうことはしないでください。虫歯は、歯医者さんにね、行って直していただけたらなと思います。またですね、これもよく聞くんですけど、切り傷にね、接着剤で、血を止めるっていうね、これはまあ、今でもいろんな方がよくやられているそうですけども、これは、いいのか悪いのかよくわからないですけども、何にせよ、怪我しないようにね、刃物を使うときは、あんまり力を入れすぎずにね、肩の力を抜いて、優しく、やる。これに尽きるかと思いますので、本当にね、怪我だけは気をつけていただければなと思います。根付彫刻は小さなものを彫る、わけですから、本当にね、怪我しやすいので、それだけは重ねてですね、注意していただければなと、掘る方はね、いただければなと思います。ノミとかノコギリもね、なかなか恐ろしい道具ですので、怪我をすると非常に痛い目を見ますのでね、あんまり他事を考えずに、集中して、木彫りを楽しくやっていただければなと思うわけです。以上。